こんにちは。これから180のダッシュボードをリペアしていきたいと思います。これ180のダッシュボードなんですけど、今現状結構破れてて、見てわかる通りだいぶ紫外線にやられてんのかな。多分180乗ってる人はここが破れてる人結構多いと思うんですけど、180とかシルビア13系の人はですね。で、一応作戦としては、まずここ破れてちょっと若干上に盛り上がってると思うので、この盛り上がってる部分を削って、でそこの隙間にパテを埋め込んで、でパテをきれいに鳴らしてから塗装っていう形でやっていきます。3連メーターついてたんですけど、もともと両面テープでついてて、両面テープでついてると、今だいぶ綺麗にしたんですけど、剥がす時めちゃくちゃ大変だったので、できればメーターをネジ止めできるようにナットを埋め込んで、でそこにボルトで固定するような形でやっていきたいです。あとデフロスターなんですけど、デフロスターも一部割れてて、こんだけしかついてなくて、もともと割れてるので、これはもう部品もヤフオクとかで見てるんですけど、もうこれだけで、これ綺麗なやつはもうほんと 2,3 万とかの値段になってるので、これは FRP とかで作ってごまかせたらなと思います。なんでこれ今回動画にしようかと思ったというと、ダッシュボードこれ修理したくて、いろいろそのネットとかで情報を見たんですけど、情報がなくて、ダッシュボードのリペアする動画を上げてる人ってあんまりいないんですよね。ちょっと少しでも皆さんの参考になればと思って今回やってみることにしました。ネットではミンカラとか見てて、ここにボンドを埋め込んで修理したりとか、なんかいろんな方法があるんですけど、今回はパテと塗装でなんとか目立たないように綺麗に補修できればと、ちょっとこのやり方でできるかっていうのをちょっと人柱になって試していきたいと思います。それではやっていきます。こんな感じで埋め込めました。一旦こんな感じで鬼目納豆を埋め込みました。頑丈な部分だけ残さないと、この後パテしたり塗装したりしてもそこから剥がれてくるので、こうやって手で剥がれる部分はなるべく入れた方がいいですね。めっちゃ手で剥がれる。やば。
とりあえずこの破れたところを逆三角形に削ってみたんですけど、多分もうこの見てわかりますかね、結構焦げ茶色みたいになってるスポンジと黄色のスポンジとあるんですけども、焦げ茶色になってるとこのスポンジはもうだいぶ硬くて、ちょっと触ったらすぐもろくなっちゃうとこなんですよ。だからこの茶色のスポンジをなるべく削ってパテでやり直さないといけないんですけど、このグラインダーが結構でかいのでやってるんで、なかなかこの作業がしづらいということで、ちょっとちっちゃいやつ欲しいな。はい、引き続き頑張っていきます。今ホームセンターでルーターを買ってきました。ちょっとグラインダーだとあんまりにも作業効率が悪いので、ちょっとこちらを使ってまた削りを再開していきたいと思います。これやっぱある程度グラインダーで削ってから削り損ねたとこだけ削っていくのがいいのかなということで、また地道にグラインダーでやっていこうと思います。今使ったルーターなんですけど、多分これハンドメイド用で、もうダッシュボード切るにはちょっとあまりにも非力すぎて、こう切ろうと思ったらすぐ止まっちゃうぐらいでした。今グラインダーを充電してる間に先に全体的にダッシュボードを足付けしていきたいと思います。最終的にこのダッシュボードは塗装して仕上げていくつもりなので、この空いてる時間を利用して足付けをしているところです。はい、今一応破れてるところを全部逆三角形にちょっと削ってみたんですけど、ちょっとこの辺とかスポンジの色が全然違いますよね。こっちの方のスポンジはもうまだちょっと生きてるんですけど、もうこことかもうスポンジが死んでますよね。でちょっとこの辺とかも細かいひびがあるんですけど、ちょっともうこの辺全部やってたらキリがないというか、ちょっとこの辺の茶色いスポンジを全部剥ごうか、もうこの辺で妥協してパテを盛ろうかっていうのがちょっと悩ましいとこですね。はい、よし、じゃあパテを持っていきたいと思います。パテ2種類あって、厚付けパテと普通のポリパテとなんかカーボンパテっていうのがあって、なんか持ってたんですよ。で特に意味はないんですけど、もったいないんで両方使って、なんかカーボンバッグサイに使おうかな。1回目のパテが乾いてきたので早速削って、その後2回目のパテを入れていきたいと思います。
テを研いでいきたいと思います。1日かかるのやっぱり。とりあえず今日は、これパテを3回持って3回削って終わったとこですね。なんだかんだ今日朝10時ぐらいから作業を始めて、今もう6時前ですね。なんだかんだこういうのって地味ですけど、1日かかりますね。僕が作業効率が良くないっていうのもあるんですけど、3回持ったんですけど、ちょっとまだ結構デコボコしてたりとかしてまだまだなんですよね。でももう今日は疲れたんで、今日のところは一旦これでおしまいにしたいと思います。で、あと何回かパテしてきれいにしていけたらなと思います。はい、今日は終わります。次の日になりました。昨日に引き続き作業やっていきたいと思います。今朝ですね、ちょっと時間があったので4回目のパテをちょっと朝軽く入れて、今からその4回目のパテを削っていくところからまた始めたいと思います。はい、4回目が削り終わりました。だいぶ綺麗になってきたんですけど、やっぱちょっと表面よーく見たら微妙に凹凸があって、でここはもう最後に仕上げの薄付けパテで修正していけたらなと思います。使うのはこちらの薄付けパテです。はい、その軸ピンボケしてますね。すいません。丁寧に薄付けパテを塗っているようです。偉いです。薄付けパテが乾いたところです。さすが薄付けパテはきめが細かくてすごい塗りやすかったです。ただちょっとまだ塗ったところがまたデコボコしてるので、そこを慣らしていきたいと思います。あとちょっと忘れてたのが、ここ穴が開いてたのすっかり忘れてて、ここは仕方していこうと思います。じゃあ今から薄付けパテを研いでいきます。で、最後の薄付けパテを今から慣らしていきます。裏面の方とかはですね、結構パテではなんか成形するのが結構難しくて綺麗にできなかったんですけど、この辺は正直目立たないかなと思って、はい、もうこれぐらいにしておきます。一応最後の研ぎが終わりました。まだちょっとですね、正直微妙にデコボコしてるところは見られるんですけど、この辺で妥協したいと思います。多分回数重ねていけば確実に綺麗になっていくと思うんですけど、もうキリがないというか、どうせこの上からサフェーサー塗って塗装していくんで目立たなくなるんじゃないかなと思います。一旦ちょっともうパテ盛りはこれで終わりたいと思います。このレストアをもう全部一本の動画で収めたいなって思ったんですけど、結構ここまでの作業に時間かかってしまったんで、一旦ここで区切って
後編でこの続きをまた載っけていきたいと思います。後編を楽しみにしておいてください。もしよければグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。この他にもいろいろレストア動画をですね上げていきたいと思ってるんで、よろしくお願いします。はい、じゃあここで一旦終わります。